こんにちは、京子です。今日は自分の爪にスタンピングネイルをしているところをお見せします。使っている道具についてあんまり一から説明したことがなかったので、まず今日は必要な道具を紹介します。まず必要なのがスタンパーです。スタンパーはデザインを転写するのに使います。私がおすすめしているのは転写するヘッドがクリアのものです。これだと押す時にデザインがしっかり上から見えるので、どこに押したいかよく見えます。透明なスタンパーは100円ショップにも売っています。とりあえずやってみたいっていう人もそこから始めるといいと思います。次にスクレイパーです。私が使っているのはこのモイラの専用のスクレイパーです。プラスチックかなでできていて、適度にしなってすごく使いやすいです。スタンパーを買うとセットでスクレーパーがついていることがほとんどですが、いろいろ使ってみてやっぱ使いづらくて結局これにしました。わざわざこれ買わなくてもいいですし、持ってるもの、例えばいらなくなったポイントカードとかキャッシュカードみたいのでもできなくはないので、まずそれでやってみてもいいと思います。スタンピングネイルを良くする人にはこれはもう本当に使いやすいのでおすすめです。次にスタンピングプレートです。これがないとデザインが転写できないので必ずどれか必要になります。だいたいステンレスかな、金属でできているものが多くて、こんな感じで白く見えているところ、デザインが彫られているところ、ここが爪に転写されます。私がよく使っているのはこのモイラのスタンピングプレートで、今いくつかは国内のネットショップで買うこともできます。それ以外に100円ショップでこういう丸いプレート、簡単なデザインがいろいろデザインされているものも買うことができます。これはあると便利なアイテムです。デザインを転写するときに爪の周りの皮膚にもデザインがくっついてしまうので、皮膚を保護するために使います。これは100円ショップで買うことができます。メーカーからもいくつか似たようなものが出ています。持ってない場合はマスキングテープとかセロテープでもできなくはないです。ただ何かで保護しないと後がすごく大変なので、何か一つ用意してください。そしてこれは100円ショップで買ったコロコロです。スタンパーをきれいにするのに使います。今この取っ手のついてないこんなコンパクトなのがセリアさんで売ってるので、これ一つあるとすごく便利です。道具はこんな感じです。ではこれから自分の爪にデザインを転写していきます。今回は私の薬指と親指にデザインを転写していきます。今回使ったのはこちらのフリジェルミューズのマザーズホワイトです。ジェルネイルの上に転写するときはカラージェルを2度塗りして、一度クリアジェルを塗って硬化してから未硬化ジェルを拭いておきます。そこまでもうやってあります。次にマスキングリキッドを爪につかないように爪の周りの皮膚のところに塗ります。
乾くと見えなくなっちゃいます。これで少し乾くまで待ちます。普段転写する時に、例えば5本全部転写しようっていう時とかは全部に今のリキッドを塗ることになります。でメーカーによっては指同士がくっつくと今塗ったリキッドがベタってくっついちゃうので、なるべく指をくっつけないように気をつけてください。今日はこちらのヴィンテージ2の中からこの音符のデザインを転写します。使う前はこういうところ結構触ってたりするので、除光液できれいにしておきます。今回使うポリッシュは黒です。ちょっとこれだと何書いてあるかわからないんですが、こちらのメーカーのポリッシュを使います。マニキュアを塗ってからデザインを転写するまでは一気にやらないとうまくつかないことが多いので、ここは頑張ってスピードアップしてやります。デザインが転写できました。転写できたらこんな感じで上から見えるので、デザインしたいところをうまく自分で狙って押していきます。こっちにしようかな。綺麗に転写できました。スタンパーに残ったデザインはコロコロで綺麗に取ってしまいます。次にもう一本転写していくのですが、プレートは毎回綺麗にした方が転写失敗しないです。すごく慣れてる人だと何度も上からどんどんポリッシュ塗って転写していく人もいるんですけど、うまく転写できない時もたまにあったりするので、面倒でも毎回きれいに拭いた方がいいと思います。親指も転写していきます。転写できました。転写が終わったのでマスキングリキッドを剥がします。ちょっとね、端の方をこするとスルッと剥けるようになります。こんな感じで剥けます。だいたいこれでデザイン全部きれいに取り除けてるんですが、たまにはみ出てるのが残ってる時があります。そういう時は除光液とかアセトンできれいに拭き取ってあげます。ちょっとこことか見えづらいけどいるので、こういうのを拭いてあげると仕上がりが綺麗です。でいらなくなったブラシで私は拭いてます。ない人はメイク用の先が尖ってる綿棒で拭いてください。
これで綺麗に拭き取りが終わりました。あとはトップジェルを塗って完成です。ただちょっとカラージェルとトップジェルだけだと強度が頼りないので、私一度ここでビルダージェルを塗ります。今回はベラフォーマのエクステンションクリアを使います。今日天気が良くて南風みたいで、たまに飛行機が飛んでいるので時々うるさい音入ってるかもしれないです。音だけだとね、うるさいなって思う人も多いかもしれないんですけど、ここからは見えないけど、私の家とかここでも外に出ると飛行機見ることができて、今までだと多分空港に行かないと、わざわざ調べていかないと見れないようなスター・ウォーズジェットとか嵐ジェットとか偶然見ることができるので、結構楽しんでます。あとはトップジェルを塗って完成です。トップジェルはいつものキャンジェルを使います。塗り終わったら硬化します。スタンピングネイルのデザインのやり方はこれで完成です。あとちょっとここにデコレーションしたいと思います。今回はこちらのクリームアートジェルライトかな、これ L ライトシルバー、これを使います。これで硬化させます。あとはちょっとストーンとかパーツもつけてみようと思います。パーツをのせるときはネイルタウンさんのアイシングジェルのクリアを使います。最初パーツのせるジェル探してた時にネイリストさんに違うジェル勧められてたんですけど、その時に欠品続きでどうしても買えなくて、でこのアイシングジェル買ってみたら使えるじゃんこの子って思って、今ずっとこれ使ってます。容量がねちょっと少ないかなって思ったんだけど、セルフの人が自分で使う分にはすごいちょうどいい量だと思うので、お値段も安いしすごくおすすめです。これで完成です。スタンピングネイルはとっても簡単に複雑なデザインを楽しめるので、ぜひやってみてください。この動画が役に立ったらいいねボタンを押してってください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。